はいどうも、皆さんこんにちは。今回は蘇我氏と物部氏についてお話ししていきます。なお、今回の動画でお話しする内容は、ほとんどがこういう伝承が残っているというものなので、実際のところどうだったのかということはわかりません。ご容赦ください。この頃の日本は豪族による連合国家のようなものだったと考えられており、特に有力だったのが蘇我氏と物部氏です。蘇我氏は御身の姓を持つ氏族なので大御の家、物部氏は村地の姓を持つ氏族なので大村地の家です。このような力のバランスだったので、もともと対立しやすかったとも言えるでしょう。それでは蘇我氏と物部氏について見ていきましょう。当時大和朝廷は権力の強化を図っていました。全国に宮家と呼ばれる天皇の直轄地を置いて地方の豪族の力を牽制したり、美麻の再建を目指して朝鮮半島に大軍を送ったのがそれです。今回目を向けていくのは、そういった大きな範囲での出来事ではなく、もっと小さな範囲での出来事。当時日本の中心だった現在の奈良県飛鳥村周辺の出来事です。金明天皇の時代、百済から仏像とお経が送られてきます。百済からの使いの話によると、この仏像というものは神様のようなものらしい。仏教というものに初めて対面した金明天皇は、蘇我稲目と物部のおこしを呼んで、仏教を日本でも広めるべきかを話し合わせます。蘇我稲目は仏教を日本で広めることに賛成し、物部のおこしは反対しました。稲目の主張は、他の国は仏教を導入して国を発展させている。日本もこの流れに乗らないと取り残されてしまう。というもので、おこしの主張は、日本には昔から神様がいる。なのに仏を信仰するようになったら、昔からいる神様を怒らせてしまう。というものでした。これを聞いた金明天皇は、稲目は試しに仏教を、おこしはそのまま神道を信じればよい。というどっちつかずの決定をします。こうして、百済から送られてきた仏像は、稲目に渡されました。早速、稲目は自分の家に帰って、もらった仏像を祀ります。その場所は、現在、飛鳥村にある高源寺の場所だ、と伝わっています。さて、稲目が仏像を祀った後、日本で疫病が流行します。この疫病をおこしは、稲目が仏像を祀ったことで、日本の神が怒っているのだ、と主張します。蘇我稲目が仏像を祀っている邸宅を燃やし、仏像は浪速の堀江に投げ捨てられました。さて、そんな蘇我稲目ですが、彼には娘が2人いました。北志姫とお姉の君です。稲目はこの2人を金明天皇に嫁がせていました。つまり、金明天皇から見て稲目は義理の父親です。蘇我氏と皇室の強いつながりがわかります。しかし、世代交代の時がやってきます。金明天皇、稲目、おこしは死んでしまい、美達天皇、馬子、守屋の時代となるのです。稲目の後を継いで大御となった馬子は、ある時、よその家に仏像があるという噂を聞きつけます。そしてその家の人に頼み込み、仏像を譲ってもらうのです。その後、馬子は病気にかかってしまいます。病気になってしまったので、占い師を呼んで占ってもらうのですが、あなたの病は稲目の仏像が壊された時のたたりだ、と言われるのです。それならばと、蘇我馬子は仏教の力を借りて病を治そう、と考えて、さらに信仰を深めていくのでした。すると、またもタイミング悪く病が流行し、物部のおこしの息子、物部の守屋が美達天皇に、病が流行ったのは馬子が仏教を信仰しているせいだ、と言います。こうして、物部の守屋は蘇我馬子から仏像を奪って、またも投げ捨てます。しかし、この後、美達天皇と守屋が病気になります。仏像を捨てても、疫病は収まらなかったのです。そうなると、馬子としては、疫病は仏像のせいではなかったということだ、と主張して、再度寺を建てて仏教を信仰し始めるのです。結局、美達天皇は病が治らず崩御します。こうして即位したのが陽明天皇です。しかし、これに不満を持ったのが穴穂部の王子です。このままだと自分に好意が回ってこない、と思ったのでしょう。こうして穴穂部の王子は物部氏とのつながりを強めます。なぜかというと、蘇我氏が陽明天皇の後ろについたので、対抗した物部氏が穴穂部の王子の後ろについたのです。こうして北志姫系とお姉の君系で対立構造が生まれていきます。この時、ある事件が起こります。金明天皇と北志姫の子供である
樫屋姫に穴穂部の王子が乱暴しようとしたのです。結局これは未遂に終わりますが、二人の間は険悪な関係になりました。陽明天皇は即位して2年目の夏に病にかかります。その病を治すために仏教の力に頼ろうとしました。これまでは臣下の蘇我氏が信じていただけでしたが、ついに天皇まで仏の力に頼ろうとした。こうなると仏教を崇拝する蘇我氏がいる北志姫系が有利です。これに身の危険を感じた守谷は現在の大阪府八尾市に逃げます。守谷はここに別邸を持っていたし、本拠地である渋川にも近いからです。こうした切迫した形勢の中、陽明天皇が崩御します。となると、北志姫系とお姉の君系の間で皇位継承争いが起きるのは避けられません。陽明天皇の甥にあたる押坂の彦人の大江の王子を天皇にしようとする北志姫系と、穴穂部の王子を天皇にしようとするお姉の君系との争いです。しかし、ここで馬子は奇策を思いつきます。お姉の君系に味方していた初瀬部の王子を天皇に擁立するのです。敵対する勢力の手助けをするようで、一見意味不明ですが、これによってお姉の君系は2つに分裂します。こうなればあとは、穴穂部の王子と険悪な関係にある樫屋姫から、穴穂部の王子を殺せという命令をもらうだけです。こうして馬子は穴穂部の王子を攻め滅ぼすことに成功しました。こうなると、物部の守谷に擁立する皇族は残っていません。完全に孤立する形となってしまったのです。そしてついに587年、馬子は守谷に戦を仕掛けます。こうして始まったのが定備の乱です。馬子の軍勢は2つに分かれて進軍します。主力となるのは西へと向かった軍勢で、待ち受けていた物部軍と戦闘になります。この戦いでは蘇我氏の軍勢が勝利、物部氏の防衛線を突破して北へと向かっていきます。一方、北へと向かった軍勢は途中で進路を変え、守谷の本拠地がある渋川へと到着しました。この奇襲によって守谷は敗北、北の方へと逃れていきます。しかし、そう簡単に倒れる物部氏ではありません。なんといっても国の軍事を任されていた一族です。蘇我氏の軍を何度も撃退するのですが、主力軍の到着によって形勢は蘇我氏有利に傾きます。ここで登場するのが馬宿の王子、有名な名前でいうところの聖徳太子です。その馬宿の王子が木を削って四天王像を作り、この戦いが終わったら寺を建てると言います。それを見て馬子も、この戦いが終わったら私も寺を建てると言います。その後、守谷は矢に当たって死亡、蘇我氏の勝利に終わります。こうして聖徳太子が建てたお寺が大阪にある四天王寺、蘇我馬子が建てたお寺が飛鳥村にある飛鳥寺です。さて、北志姫系とお姉の君系の皇位継承争いが終わりました。勝利したのは蘇我氏が味方した北志姫系です。しかし、馬子はこの戦いに勝利するために初瀬部の王子を天皇に擁立していました。ということで、初瀬部の王子が即位して崇春天皇となります。しかし、こういった経緯がありましたので、崇春天皇は形だけの天皇となり、政治を実際に動かしているのは馬子という状況になります。こうして蘇我氏は政治の実権を握ったのでした。馬子は崇春天皇の下で仏教交流の政策を進めていきます。さて、崇春天皇としては面白くありません。自分が天皇なのに実際は馬子が実権を握っているのです。592年の冬、崇春天皇はプレゼントされたイノシシを見て、いつかこのイノシシの頭を切るように私が嫌いだと思う人を切りたいものだと漏らします。これを伝え聞いた馬子は、俺はイノシシかと怒り、先手必勝とばかりに崇春天皇を暗殺します。こうして次の天皇は誰にしようかと考えるのですが、なかなか決まりません。ということで、次の天皇は樫屋姫が即位して推古天皇となるのです。さて、いかがだったでしょうか。初の女性天皇である推古天皇が即位したのは飛鳥村にある高源寺だと言われています。蘇我稲目の館があった場所ともされているので、飛鳥時代を感じるにはぴったりの場所でしょう。さて、次の動画では推古天皇についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。